パデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でかわいい門松を作ります。竹を作ります。竹の内側にする黄緑色の折り紙と外側の緑色の色画用紙を準備します。黄緑色の折り紙を三角に折ります。てっぺんとこの角を合わせて真半分の三角形に折ります。折り上げた角を下の辺に持ってきて真ん中のところ合わせて折ります。右と左もこのラインに合わせて横に折ります。下をきれいに揃えます。折れましたら広げます。右と左の縦の折り線と下の横の折り線に合わせて切り取ります。このような形に切り取りました。同じものを3枚作ります。作ったこの形を元にして色画用紙の方も切っていきます。色画用紙に3枚置きます。1枚は下を揃えて全く同じ大きさに取ります。もう1枚は下を3センチ長く取ります。もう1枚は2センチ短く取りたいので、折り紙の下のところに2センチの幅で印を置き、このように重ねます。これで写し取っていきます。大中小で3つ写し取りました。この線の通りに切っていきます。大中小の色画用紙にスティックのりを塗って折り紙を貼り付けていきます。真ん中のところだけスティックのりを塗って合わせて貼ります。同じように大も小も貼ります。長くした分だけ貼れないので上の方だけ貼っていきます。小は折り紙の方が少しはみ出すことになります。はみ出した余分な折り紙は切っておきます。上の角を少し丸く切り落とします。こんな感じです。3枚とも角を切っていきます。折り紙が内側になるように縦に丸くして筒状にして貼っていきます。色画用紙が少し硬くて丸くしづらい場合はこのようにお箸とかペンとかの
丸いもので丸くなりやすいように、丸めやすいように癖をつけてからいきます。色画用紙同士を貼っていきます。左右の端は折り紙が貼り付いておりませんので、この色画用紙の内側に接着剤をつけて、色画用紙同士を貼るようにします。折り紙はこのように先に内側に入れておいて、このように下をきれいに合わせて、このくらい1センチないぐらいですね。端の方をきれいに留めます。この針幅はこの作りたい竹の筒の大きさに合わせていただいてもいいかと思います。このように貼れました。あとの2枚も同じように貼っていきます。3本できた竹を貼り合わせます。一番長いものの手前に2つの竹がこのように貼られます。下はきれいに揃えて貼ります。長い竹の前の右と左のあたりに接着剤をつけます。まずは左側だけに接着剤をつけました。下を揃えて前が揃うように中心から左側にずらして、まずは1本。もう1本も貼っていきます。接着剤が乾かないうちにもう1本も並べてみて、バランスがおかしいようであれば接着剤が乾かないうちにこのように調整していきます。この真ん中にも少し塗った方が良さそうですね。右と左の竹もくっつくところに接着剤を塗って、このように3本束ねたように貼りました。門松は左右に立てますので、同じものをもう一揃え作りますが、左右対称の竹の位置にします。両側とも内側が一番低い竹が来るように配置いたします。松を作ります。色画用紙を10センチと15センチの長方形に切ります。横長になるように半分に折ります。真ん中に折り筋ができました。松の葉になるように折り筋の真ん中のところまでこのように細い切り込みをたくさん入れていきます。このように半分のところまで細かく切り込みが入りました。これをくるくると丸めていこうと思います。この切った方を上にして下をくるくる丸めていきます。硬くて丸めにくいかと思いますので、お箸などを使って少しこのように癖をつけていきます。この曲がった方が外側になるように、このように巻き癖をつけていきます。癖がつきましたら、
もう一度指でくるくると巻いてみます。今度は少し細くなるように巻きたいので、最初はちょっとね、折ってもいいかなと思います。少し折って内側に巻きやすくしたら、くるくると細くなるように巻いてみます。こんな感じですね。では、きれいに巻けたところで、接着剤を少しつけて巻いていきます。巻き始め少しだけつけてもらって、しっかりとくっつけたら、ぐるぐるとまた巻いていきます。下ができるだけ揃った方がいいですが、どうしても斜めになっていってしまうものかと思います。それはそれで構いません。で、くるくると巻けたら、最後のところ、ここにしっかり接着剤を塗って、ほどけないように貼り付けます。片側の門松ごとに2本準備します。飾りの梅を作ります。梅にしたい折り紙を準備します。あと、このベースになっている紙コップを準備して、この紙コップの丸を型にして取っていきたいと思います。折り紙に紙コップの底を当てて、ぐるりと線を描いて、丸を写し取ります。このラインに沿って切り取っていきます。丸に切れましたら、半分に折ります。半分に折ったら、さらに紙の端を合わせて、右の三角と左の三角が同じぐらいの大きさになるように折ります。ちょうど3分の1折れた形になります。裏にして同じように折ります。小さな扇形になりました。下の角をこのように少し折り曲げます。上を花びら型になるように角を落とすように丸く切ります。広げます。6枚の花びらのあるお花の形になっています。このうちのどこでも構いません。折り山を半分のところまで切っていき、さらにこの小さな三角の折ったところまでですね、切り込みを入れていきます。こんな感じになります。この切ったところを重ねるように閉じて、ここの2つの折り筋のところ、上の折った折り筋のところまでこのように切り込みを入れます。広げるとこのような感じですね。全部この折ったところまで切り込みが入った形になりました。色のついた方を上にして、この三角を全部上に上げるようにして、先につけた折り筋に合わせて折り直していきます。で、少し閉じて、この切った花びら同士を
このように重ねて貼っていこうかと思います。裏に返して花びら端の1枚と真ん中の折ったところ軽くちょんちょんと糊をつけます。このように花びら1枚分を重ねてこのように合わせると裏で少し貼ることができるので、これで立体的な梅になりました。もう1枚も同じように作っていきます。ファイリング用の穴あけパンチなどで小さな丸いパーツを作って真ん中に貼っても可愛らしいかと思います。扇子を作ります。金色の紙や黄色の色画用紙や折り紙で作ることができます。今回は折り紙を使います。15センチ ×10 センチの長方形に切ります。折り紙は15センチの長さですので、10センチに切れば大丈夫です。先ほどお花の中心に使った黄色の折り紙で切りました。まずは長細く半分に折って真ん中に折り筋をつけます。今度は長い方を真ん中に折って折り筋をつけます。広げてこの真ん中の折り筋に向かって紙の端を持ってきて折ります。さらに広げてこの間にも同じように谷折りの折り筋をつけていきます。半分に折ります。ここも筋をつけていきます。紙端を上の折り筋に合わせて折るとここにも筋がつきます。同じように反対側も折り筋をつけていきます。このように細かく谷折りの筋ができました。今度はこの間を山折りに折っていきます。山折りに折ってこのまま畳むように間を山折りに折って先ほどの谷折りの折り線を利用して畳んでいきます。蛇腹折りに折っていきます。このようにギザギザに蛇腹折り扇子のように折れました。先ほどの切った残りの紙を細長く帯状にこのように1本切ります。幅は5ミリぐらいか1センチないぐらいの幅で適当に切ります。そうしましたら裏に両端に接着剤を塗ってこのように接着剤が塗れましたら先ほどこの扇子のように折れたところの最初につけた折り筋の下のところにこのように紙の紐を貼ってぐるぐると巻きます。そうしましたらこのような形で扇子が出来上がりました。ベースの紙コップを装飾していきます。この紙コップの長さに
貼りたい色画用紙を切っていきます。このように巻いていきます。さらに模様折り紙などでその上からぐるりと模様をつけていってもいいかと思います。お好きな幅に切り取ったら、紙コップによっては一周では足りないと思うので、2枚切ってつなげて巻いていきます。紙コップに3本の竹を入れてみます。入れてみて少しちょっと低いようであれば高くしたいので、この下にさらに紙を巻いて高くしていこうと思います。色画用紙を5センチぐらいの帯状に切って、これを巻いて少し高くしていきます。接着剤をざっくりと塗って、高くしたい分だけ下を上げてくるくると巻いていきます。これで差し込むと高くなります。紙コップの中に差し込んで装飾していきます。松を両側から刺して少し広げていきます。真ん中に扇子を差し込んでいきます。梅を好きなところに貼っていきます。形を整えていきます。まずは2本で寂しい場合はもう1本刺してもいいかと思います。2つ左右対称に作って並べるときには一番低い竹が内側に来るようにいたします。ぜひ作ってみてください。